33GTR は乗るとは本当思ってなくて、中古車屋さんに34が置いてあって、運命的な出会いして、おばあちゃんにあんた男なら悩んでないで買いなさいよと。大きいローン組んだってすごくないですか？結構頑張りましたね。23年目ぐらいまでは常に口座残高が1万円とか。最高じゃないですか。最高ですね。ボーイズ&ユーズ TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？福井ゆきです。年齢は29歳です。お住まいは？神奈川県です。お仕事は？接骨院の先生してます。いつもお世話になっております。ありがとうございますゆきさん、こちら車なんでしょうか？33の GTR ですね。はい、日産スカイライン GTR33 の世代ですね。そうですね。はい、年式は1995年式ですね。95年、はい、めちゃくちゃ綺麗な33の GTR と今日はゆきさんでお届けします。お楽しみに。はい、よろしくお願いします。ゆきさん、愛車遍歴教えてください。最初が34の GTR、で次が35の GTR、でこれ3435で33戻りました。なぜこの33にしたんでしょうか？この33はシンプルに同い年なのと、前の35が白で最初の34青だったんですよ。やっぱり青が好きなんで、なるほど、たまたまちょうどよくこれが出たと。何年前にどうやって出てきたんですか？ちょうど2年前ぐらいに神奈川の GTR の専門店で買わせていただいて。どんなとこ気に入ってますか？見た目とめちゃくちゃかっこいい色とホイールですかね。ホイールね、ちょっと僕ね話聞いたんですけど、それは車に乗ってたっぷり聞かせていただいて、これとんでもないホイールだそうでこれなんて色ですか？これはディープマリンブルーっていう、めちゃくちゃいい33の GTR はもうこれでしょっていうのね、感じのね、最高のオイルでございます。ゆきさん、特徴はどんなとこですか？ GTR の専門誌でのスタッフさんが前のオーナーで、専門誌の整備手帳みたいなコーナーで取り扱われてた車で、それ狙って買ったわけじゃなくて？いや、たまたま35の車検のタイミングどうしようかなってところで、これがパッて出てきて即決で。ここはちょっとみたいなとこはあります？もうこんな完璧だったらね。いや、買った時にオールペンしてもらって、だから綺麗な、それがピカピカにしたんですけど、唯一やれてないのがエンジンルームで、開けると年式相応なそうなんですね。いや、マジで年式相応に見えないなと思ったんですけど、そのあたりはじゃあ今後そこは今後やっていこうかなっていうところですね。ございます。じゃあもう待ち遠しいんで乗ってみましょうかね。じゃあ乗ってきます。はい、乗り込みました。これが 33GTR。駐車場出るときはガタガタしてたんでガチガチかなと思ったら、走り出すとそんな硬くないですね。今のところまだ普通の車。全然普通の車ですね。ですよね。乗り心地も良いし、直進安定性はこの車はすごいあるんで、安定しすぎて乗用車みたいな。どんなエンジン？ RB26 って言って名機って言われてるエンジンですね。スペック的にはエンジン自体はフルノーマルで 2600cc のツインターボで直6エンジン。シュイーンって言ったらターボのですね。何馬力ですか？280馬力。一応タービンも33のじゃなくて 34GTR の純正のタービンがついてて。どこで気持ちよさを発揮してるんですか？いつも高速道路2区間ぐらい軽くちょびっとだけ踏んでみてください。最高じゃないですか。最高ですね。全然速いじゃないですか。これぐらいで僕気持ちいい気がするんですけど。そう、ちょうどいい気持ちよさですね。ですよね。はい。子供の時から車好きで、きっかけはグランツーリスモとかゲーム。車車種は何で乗ってたんですか？最初33の GTR 使ってて。色は紫だったかな。まさか自分でこれ乗ると思わなかったんじゃないですか？33GTR は乗るとは本当思ってなくて、32とか34とかは結構大好きだったんですけど、33は正直あんまり興味なくて。まず34に乗ったんだ。最初34ですね。34に乗るきっかけは何だったんですか？お父さんの仕事の人が34の希少な M スペックニュルっていうめちゃくちゃ高いやつ乗ってて、乗せてあげるよってことで富士スピードウェイを 2,3 周体験走行みたいなやつで GTR 乗るしかないなみたいになっちゃって。なるほど。それが何歳の時ですか？23歳ぐらい。高くなかったんですか？その時で700万で買いましたね。新卒で700万ってなかなかすごくないですか？これもいろいろドラマがあって、最初おばあちゃんにこんな車が欲しいんだよって見せたくて、たまたま寄った中古車屋さんに34が置いてあって、運命的な出会いして、でその車の前で 2,3 時間経ってずっとこう見てて、そしたらおばあちゃんが後
後ろからうんあんた男なら悩んでないで買いなさいよと、今決めたら頭金いくらか出してあげるから背中押されて買うしかないっつって買ったわけですね。あとはローン組んで新卒でローン取ったんですね。お父さんの名義借りて父ちゃんとばあちゃんに助けられて購入して若いうちから大きいローン組んだってすごくないですか？結構頑張りましたね。新卒23年目ぐらいまでは常に口座残高が1万円とか意味わかんない生活しましたね。仕事終わりにダッシュで帰ってすぐ車乗って首都高まで大黒までバーって行って一晩中走って朝帰ってくるみたいな、それが仕事行く。すごい3年半ぐらい乗って乗って速さが欲しいと、次も GTR が乗りたかったんでそれはご自身でローンで34を売ったお金でほぼほぼペイできたんで35買ったんですけどすぐ飽きちゃって33に乗り換えたきっかけもあるんですか？車検のタイミングでたまたま専門店のインスタグラムで、これがチラッと映ってるのが見えて、もしや専門誌の車じゃないみたいな、すぐ問い合わせてすぐ見に行ってその日のうちに決めてみたいな。あら、故障とかどうなんですか？90年代の車ですけど。マイナートラブルはちょくちょくあるんですけど、この車は足回りもエンジンも一通りリフレッシュ終わってるんで。それは買う前から前のオーナーさんが GTR の雑誌のコーナーでやっててくれたんでそれを見てたわけですね。見てましたね。どこ直してるか全部わかります。買う時にもう一回雑誌全部見直して、はい、よしこれならいけるみたいな、へーここまで素性がはっきりしてる年式の中古車はないんじゃないかと安心して買いましたね。はい。富士スピードウェイも行ったんですよね、これで。展示しに行って GTR のイベントみたいな。そうでしたね。はい。どうでした？専門誌で取り扱われた車なんで、これ車ですよね。あ、まあそうですみたいな。すごい嬉しかったですね。自分の車が展示するっていいですよね。反応どうでしたか？みんなホイール見てましたね。ノーマルっぽい見た目じゃないですか。そうですね。ホイールは違うんでしたっけ？ホイールは当時ニスモの LMGT1 っていうホイールで、ヤフオクだと軽自動車新車1台買えるような値段がついてるホイール。これは特殊ルートで安く仕入れて職人さんにめちゃくちゃ綺麗にレストアしてもらって履かしたら想像以上に決まってくれたんで、これはやべえってなって。夜見ると結構黒っぽく見えちゃう濃いブルーのボディに濃いめのホイール履かせるっていう選択もあるじゃないですか。はい、ありますね。白履かせるって結構かっこよくないですか？ちょっとやんちゃ感出ちゃうかなとか思いつつ履かしてみたらバシキマでございます。はい。今日も写真車の前に立ってるところで白いねパーカーがね青いボディに生えたんですね。はい、それとねよくマッチしてます。ありがとうございます。はい。ちなみに2年前に買った時は走行距離は何キロ？16万8000キロ。丸2年乗ってただいまの走行距離は17万6000キロですね。1万キロ乗ってない？乗ってないです。燃費はどれぐらいですか？街乗りメインだと 6.5 キロぐらい。高速だと1回大阪行った時はほぼ10キロでしたね。月の維持費はどれぐらいですか？駐車場代が2000円ぐらいと、はい、ガソリン代も月1回満タンっていうレギュレーションの中でやってるんでだいたい1万円前後ぐらい。ゆきさん今後車どうしていきたいですか？当時ニスモが作ってたサンサンの 400R っていうコンプリとかがあって、それのレプリカみたいなのを目指していくかこのまま綺麗を維持していくか迷ってますね。将来の夢ってありますか？車と住めるガレージハウスを建てることですかね。車何台ぐらい並べてるんですか？お父さんの 32GTR と2台並べておけるように頑張りたいですね。ご家族も結構日産乗ってらっしゃるそうで。お父さんがサニーの GTR、妹が元ニスモ、お母さんがセレナニスモ。すごくないですかそれ？日産の方見てますかこれ？ずっと日産通ってらっしゃって。もともとうちの車トヨタで縁あってたまたま家の車をセレナに乗り換えたところから始まったのかな。それが何年前ぐらいですか？中学生とかそこから徐々に日産っていいなみたいな。今の日産いかがですか？頑張ってくださいって感じですね。どこに頑張ってほしいですか？こういう年式の車維持していく上でもいろいろ部品やっぱ出してもらわないと困るんで。世界的にファンのついてる車ですからね GTR っていうのは。間違いなく世界一有名な日本車だと思いますし、それをちゃんと残すということも含めて頑張ってほしいですね。いろいろ今は現行で売ってるのは Z ぐらいじゃないですかね。 GTR も現行ではもう販売終わっちゃいました。また出してほしいですか？出てほしいですけどね。見てみたいですよねめちゃくちゃ気になりますね。はい乗ってまいりました、はい、結構ピュアな GTR ですよね。そうですね。駐車リフレッシュもしてあって、はい、乗り味もなるべく純正に近いような感じで、見た目も乗り味も結構新車に近いということで。そうですね。素晴らしい車でございました。ありがとうございます。ゆきさん100点満点中何点でしょうか？75点です。あれ低くなんで個人的にはエンジンルームが減点ポイントかなっていうところですね。走りは問題ないですよね。走り全く問題ないです。上げた時のそうね、雰囲気がね、綺麗パカッみたいな。なるほどね。そこでだいぶ減点が。じゃあそこを100点に近づけて。そうですね。今後の課題としていきましょうかね。はい。最後に
スカイライン GTR33 乗り続けますでしょうか？はい、うまいことコンディション維持しながら、うん頑張って乗り続けていけたらいいなって思ってます。はい、ゆうきさんと日産スカイライン GTR33 でお届けいたしました。ごえざのリーツ TV また見てください。バイバイ。